先生ちょっとこんにちは。皆さんこんにちは、ともりです。どうしたのぶりくん。ちょっと早く撮りたくて早く撮りたくてクリニック来ちゃいました。確かにクリニックもうすぐ終わるけど、はい終わる時間だけど、はクリニックまで来ちゃったのぶりくん。そうですね、受付の人がめちゃくちゃ優しかったです。優しかった。ともり先生、のぶりさんっていう方が来てますって言われて、YouTube の方ですよねって言って、昔から見てくれてる人がいたらわかるかもしれないんだけど、はいここで一番最初に撮ったの覚えてる？ここから始まったじゃないですか。日焼け止めの正しい塗り方だったりとか、こっから始まったのよ。そうですよね。あれが5年前、のぶりくんがいるのもデジャブ？なんて言うんだっけ、感慨深いか。そんな感じなんですが、今日は何を？コメントもついてたんですけど、僕も日差しがね強くなってきて、より日焼け止めをいろいろ塗るようになって、目にしみるんですよ。そう、はい、私さ、日焼け止めを散々もうこの5年間たくさん紹介してきてるし、日焼け止めをどの YouTuber さんよりも一番大事ですって言い続けて早もう何年だと思うんだけれども、自分が日焼け止めを使ってて、一度も目に染みたことがないの。あれってみんな染みてるんじゃないですか？一回もないのよ。目本物ですか？いや、ちょっと待って、まあまあ本物だ。まあ本物。私裸眼なの。コンタクトとかも入ってないから。先生目いいんですね。そうなの、裸眼なんだけれども見たことがなくて、ごく一部の方なのかなっていうふうに思ってたのと、患者さんにも実はあんま言われたことがないの。だからコメント欄に書いてあるのもそういう方いらっしゃるんだみたいな感じだったんですけど、最近いろんな YouTuber さんもそれに関して上げてたりとかしてるから、近くにいないなと思ってたんだけど、のぶりくんは染みるんだ。いやもう夏特に。それはどんな日焼け止め塗っても？ラロッシュとかあんま染みないんですけど、逆にラロッシュは染みない。アネッサと真っ赤なのビオレのやつは、僕はめちゃくちゃ染みるんですよ。ラロッシュはトーンアップのローズ使ってる？それとも白いクリアを使ってる？僕はクリアの。クリアの方ね。はい、クリアの方。なるほどね。なんで染みるのかっていうと、ぶっちゃけ分かってないです。出ました。ズバリなんとかです、とかって言ったらバズるんだと思うんだけれども、いろんな文献調べたりとかしたんだけれども、これだっていうものはないのよ。ないんだ。そう、化粧品っていっぱいあるじゃない。洗顔とかは石鹸系だから目に入ったら染みるとは思うんだけれども、化粧水とか乳液とかクリームとかそういったもので目に染みるっていう人はいなくて、ただやっぱり日焼け止めに関しては一定数いらっしゃるってなると、何が怪しいのかなって思うと、日焼け止めにしか入ってない成分だよね。そうですね。紫外線吸収剤と紫外線散乱剤っていうものの2つが怪しいってなるんだけれども、染みる原因だったとしたらどの化粧品も一定数染みるはずなわけ。それはそうじゃない、だってラロッシュにも紫外線吸収剤も散乱剤も入ってるし、アネッサにもビオレにも同じように入ってるわけじゃん。だからどれが絶対に染みる成分ですよっていうのは多分誰も分かってないと思う。なるほど。いろいろ探してたらコラボさせてもらってた住翔さんが本当直近で上げてて、住翔さん面白いのが、アットコスメで口コミで全部調べてるの。すごくない？すごい。ぜひ見てほしいんだけれども、母数もちゃんと考えてて、投票がさ、こう書き込みが多ければ多いほど目に染みるっていう人も多いわけじゃん。使ってる人が多いってことは、だから母数と口コミでどれがパーセンテージが高いかみたいなのもちゃんとやってらっしゃるの。例えば口コミが1000あって10個の目に染みるっていうのと、口コミは100なんだけども5あったとしたら、なんか10口コミがある方がさ目に染みるような気がするけど、母数がさもう1000と100だったら全く違うじゃん、全部加味してやってらっしゃるんで、ぜひ見ていただければいいと思うんですけども、最終的には分かりません。ただどういったものが染みにくいのかとか、こういう人の方が染みやすいよっていうのは臨床的に考えたら分かることがあって、まず皆さん紫外線吸収剤と散乱剤ってもう分かってると思うんだけれども、紫外線散乱剤には酸化チタンと酸化亜鉛って言って物理的に反射させるもので、紫外線吸収剤っていうのは紫外線を熱を科学的に無害なものにして日焼けをさせないっていうものなのね。どっちの方が目に染みそう？後者ですかね。そうだよね。だから紫外線吸収剤の方が科学的なもんだから目に染みそうっていうのもあると思うんだけれども、ぶっちゃけこれはどっちも目に染みる成分ではあるのよ。どっちも目に染みる可能性は高いと思う。酸化チタンとか酸化亜鉛も粉状のものだったり、粉体って目に入るとやっぱ染みたりするので、どっちも多分染みるものだとは思う。紫外線吸収剤っていうのがむしろちっちゃいから目に入ると染みちゃうっていうところもあるんだけれども、ノンケミカルっていう、ちょっと肌に優しい系の紫外線散乱剤っていうのも粉なのね。粉も目に入ったら痛いから、ノンケミカルだから染みにくいとか、ケミカル系だから紫外線吸収剤も入ってるから染みてるっていうところでもなんかなさそうなのね。なるほど。さっきどんな時に目に染みるって言った？一番染みるのは汗かいた時ですね。汗と共に目に入ってきます。汗が目に入った時って染みる？汗だけは染みないですね。っていうことは朝さ塗ったすぐには染みないんだよね。そうっすね、確かに。ラロッシュポゼのクリアを塗ってた時に汗かいたらそれはどうなの？逆に汗かかないの？クリア塗ったら
ラロッシュの時はそんなには確かに汗かいてなくて、ただ花粉症とかだったんで目かいちゃった時に、アネッサとかだと目かいても染みるんですよ。目かいただけでかいただけで、でもラロッシュの時とかはその時別に染みない。なるほどね。ちなみにどのあたりまで塗ってる？極まるんだ。あなたやっぱ美容男子ね。じゃあさ、私の YouTube 見てくれてるんでね。そうですね。この辺ぐらいまでしっかり塗るってこと。そうですね。書いてこういう風にするってことだよね。わかりました。診察？これってすごく大事で、口コミだけだと分かんなくて、どんなシチュエーションなのかっていうので、私の考えている仮説が正しいのかなと思ったのが、まず一つは汗と一緒に日焼け止めが落ちてきて目に入ったら痛いんだろうなって思うんですよ。当たり前じゃんって思うかもしれないんですけれども、最初は日焼け止めに入っているエタノールとか揮発する成分ってあるのね、それが目に染みるのかなと思ったんだけど、今の話を聞いてると塗ったすぐにはならないわけじゃん。汗をかきやすい人っていうのは目に染みるんじゃないかなと思ったの。なるほど。日焼け止めにはウォーターベースっていうのとオイルベースっていうのがあって、振るやつはだいたいオイルベースだと思っていただいていいんだけれども、最近のやつっていうのは基本的にウォーターベースなの。なんでかっていうと、オイルベースっていうのはベタベタするのよ。だから最近はウォーターベースのものが多いんだけれども、ウォーターベースのものって汗とかで落ちやすい傾向にあるから、汗とか泣いちゃったりとか水で流れ落ちた時に目に入ったら痛いのかなと思うので、自分が使ってる日焼け止めがどっちかなのかなっていうのはまず考えておいてほしいのと、基本的に汗が目に入った瞬間に痛くなるから、その日焼け止め自体の悪いというよりは目に入る時なのかなと思うんだよね。汗があんまかかない人はそもそも目に入らない。そうなの。私ね、本当に顔に汗をかかないの。私垂れたことがないの。ない。見たことない。皮脂が浮くことはあっても汗が目の中に入るという現象が今も多分生きてきた47年間で一回もないんだと思う。先生ロボットだと思って。いやロボットじゃないんだけど、でも泣くことはあるんだけど。泣くことはあるね。そうだなと。私は泣いたことがないとかじゃないのよ。でも確か泣いても日焼け止め痛くないよね。泣くのは目から出るんで、目に入らないんじゃないですか。あ、そっか、そうね。落ちていくだけなんで。確かに。汗はね、こう横から入ってきたとか。そうだよね。こう来て、確かに涙はこっから出るもんね。カットね、ここ。確かに私汗をかかないからっていうのは大きいかなっていうのはあります。なので当たり前かもしれないんですけど、汗をかく機会が多い人っていうのは目に染みやすいのかなっていうのと、ウォーターベースの日焼け止めっていうのは汗とかに強いね皮膜を作ってるっていうところもあるとは思うんですけれども、水をベースに作ってるから汗とかで流れやすくなっちゃうわけよ。だから汗みたいなお水系がついた時には一緒に流れていく可能性があるかなっていうのが一つ。お水の中にオイルを入れるっていうのがウォーターベースなんですけど、そもそも日焼け止めって紫外線吸収剤も散乱剤も油に溶けやすいから、昔の日焼け止めっていうのはオイルベースにしかできなかったの。でもそれだとベタベタするからって言っていろんな会社さんがオイルの中に閉じ込めちゃって、水の中に紫外線吸収剤も散乱剤も入れられるような処方を進めた結果がウォーターベースなわけよ。だから本当に使い心地がいいって感じるのは基本的にウォーターベースだと思ってください。それを塗るとするじゃない。そしたらお水が揮発するのよ。その時にピタッと紫外線吸収剤とか散乱剤だけが残って膜を張って日焼け止め効果ができるんだけど、水がさ揮発した時に成分が目に入っていくっていう可能性はあると思う。だから多分ウォーターベースでお水に落ちやすいもの、揮発性が高いものっていうものは目に染みやすいと思うので、そういう観点で見ていただけるといいかなっていうふうに思います。なるほど。あとは塗り方だと思うんだよね。なるほど。キワキワまで塗ってる。そうですね。決まってますね。日焼け止めを塗るときにまぶたの上とか忘れないようにしてくださいねとかって言ってたのね。でそれはやっぱりまぶたとかにもあったりする人もいるから、まぶたってシミができちゃったりするとレーザー当てにくいのよ。だからここ塗りましょうねって言ってたんだけれども、よく考えたらのぼりくんは逆なんだけれども、目の上って塗る必要あるのかなっていうのをちょっと最近考えてきたわけ。さっき言ってること違うくないって思うでしょ。そうですね。女の人はさファンデーションとかさアイメイクとかするじゃない。結構のせますね。そうでアイメイクって色がついてるじゃない。酸化チタンとか酸化亜鉛っていうのは色がつかないんだけれども紫外線だけを反射させてくれるっていうところなんだけれども、色の粉っていうのには紫外線もあとその他の光も反射させるっていう機能があるから、アイメイクをちゃんとしてたら意外とシミってできないんだなっていうところ最近思ってきて、シミがある人ってアイメイクしてない人が結構多
くて、逆にここに色素沈着がある人は日焼け止め云々よりもゴシゴシしている可能性が結構多いわけよ。なるほど。トレードオフなんだなと思うから、もしかしたら目に染みちゃう人っていうのは日焼け止めを塗るんじゃなくてアイメイクちょっと濃いめにするとか、目のキワキワまで塗らないっていうのが一番ベストな解決方法なのかなっていうのは思いました。ありがとうございます。ぶっちゃけ吸収剤が入ったものを使わない方がいいですとか、エタノールが多いものは使っちゃダメですみたいに言った方が圧倒的にいいのかもしれないんですけども、住翔さんの動画見たらどんなものでも結構染みてるのよ。そうなんですね。そう確かにあなたが言ってたアネッサもエタノールが多かったりとか、紫外線吸収剤も結構多めに入ってたりもするんだけれども、紫外線散乱剤だけ入ってるものも結構染みましたっていう回答があるから、これ一つっていうものではなくって汗のかき方だったりとか体毛の濃さだったりとかどこまで塗るかとか関係があるんじゃないかなと思うので、日焼け止めを塗らないっていう選択肢はさありえないから、日焼け止めの中で自分が染みにくいものを探す。住翔さんの動画でも言ってたけど、ラロッシュポゼの中でもクリアは染みにくいらしい。やっぱそうなんだ。そうなんか新しくなったローズはまたちょっと違うみたいなんだけども、昔のローズは染みたっていう人が少なかったみたいなことをおっしゃってたので、詳しくは本当に住翔さんの動画をどこのマシモンだよみたいな感じだけどいやすごい素晴らしい動画だったから見ていただきたいんだけれども、ラロッシュポゼも紫外線吸収剤も散乱剤も入っていて、ロング UVA もカットするからしっかり入ってるんだけどやっぱ染みにくいっていうものもあるし、1個だけの成分で染みる染みないとかっていうのもないし、汗をかきやすいとか湿気が多いとか塗った後の温度だったりとかそれがどう揮発するのかにも関わってくると思うので、試してみて染みたから日焼け止めを塗らないっていうことだけはやめて。一時期の僕ね。そう何それやっちゃったやっちゃいましたね。そばかすがあるのはそのせいかもしれない。じゃあちょっとレーザーやってく日焼け止めって本当に大事なので、塗り心地あれかもしれないけどちょっとシャカシャカ振るオイルベースのものにして目の周りを避けて塗ると軽減されるかなっていうことはあるので、でもあくまでもそれも仮説なので気になる人はねシャカシャカタイプで目の周りを避けて塗ってみていただければと思います。ということでどうですか？先生っぽかったんじゃないですか？待って先生いや一時期さずっとさクリニックでやってて、でその後コロナになっちゃったからクリニックで取れなくなって、自分の家でやってる時にも白衣着てたんだけど、白衣が嘘くさいみたいになって白いシャツで撮ってたんだけど、久しぶりに白衣私一応医者だっていうほこりがぶってましたもんね。毎日クリニックで来てんの。ほぼ来た。出勤時はね。出勤時は来てるからたまには来てクリニックで。わかりました。今日は日焼け止めはなんで目に染みるかっていうお話をさせていただきました。このチャンネルではこのように美容や健康について発信しているので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。毎週火曜日にはメンバーシップ限定のライブを配信したり、限定の新商品の深掘りだったり、上りともりでいろんなともりのぼりね。絶対間違えますね。ともりのぼりでも美容に関するトピックスを発信してますので、月額90円にはなりますけれどもメンバーシップも入っていただけると嬉しいです。のぼりくんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。次の動画も白衣です。